こんにちは、山下夏実です。9月13日金曜日、オクトーバーフェストニューポートビーチ編デイ6大会前日ということで、朝からね、バルボアピアで練習していって、この日はですね、プロクラスからアマチュアまでね、かなり多くのライダーが入ってました。波はですね、ちょっと難しめで、完全ちょっとね、朝から風面、かつちょっと波がちっちゃくてですね、やや難しめの波だったんですけど、大会前日ということでね、しっかりここで練習していってます。そこまで飛ばしすぎず、でもしっかりライディングは狙っていくみたいな感じで、かなりいい練習できました。トリックからラップ、ライナーまで全て試して練習していく感じです。これがかなりいい位置でターンできてるね、サイズあるやつ。このラップいい感じ。しっかり下で切り切ってコンプリートします。あとはね、こういう風にピア横、大会でね、狙うところかなって場所でも入っていってます。レギュラー人間はですね、ピア横をやっぱ狙うのがすごい無難なんで、そのラインとか、正面のピーク狙ったりとかも、動きながらやっていく感じです。いいラップですね、この辺。何回もラップ決めれてていい感じです。で、ライナーも逃さずですね。ちょっとね、やっぱ風の入り方が特殊だったっていうのがあってね、このデイ6までで一番ちょっと癖のある波だったかなと思うんですけど、その中でもしっかり全部試しながら乗っていく感じです。さあ、これもターン回し切っていいラップですね。一応ね、積極的にコナミにも合わせる形で試しながらやっていってます。いいラップ。このラップライン重要です。さあ、ジョエル、オーストラリアのビッグライダー、アマチュアですね。3ショービットからターンしてます。さあ、このピア横のライン結構いいですね、これ。ただちょっと波が難しめですね。ただ、いいラップ。ナイスコンプリート。さあ、ややシフティオーリー入れつつ、手前で重なった波でエアで飛ぶ。ちょっとコンプリートはできなかったけど、いい狙いですね。さあ、メキシコの女子のプロのイザベラですね。いい位置でターンしてます。さあ、ラップ。いいですね。ややスプレーも飛ばしてる。いいスタイル。さあ、これもいい位置ですね。ただ、ちょっと難しめ。いいですね。これ、ちゃんとラップ、被ってます。スプレーも上がってるし、かなりクオリティ高いですね。こういうコナミにもしっかり合わせていく。ちょっと詰まったけど、ラップラインですね。ここでフロントもしっかり。ただちょっとこれ回すのに位置悪かったですね。もったいない。かなりいろいろ試しながらやっていって感じですね。ちょっと被っちゃったけど一応スプレーターンですね。コナミでも一発で綺麗にターンしていくスタイル。だいぶね、軽く走ってますけど、感覚がいい感じになってきて、メイク率がだいぶ上がりましたね。大会前日なんで。デイ6ともなるとね、波もだいたい分かってきて、かなりいろいろ試せてます。だんだんこの辺はプロが集まり始めてます。同世代のブラジルライダー、ジョアオ・ルーカスですね。だんだんプロも集まり始めてきて、大会前日でみんなね、入らなくても波見に来たりしてました。さあ、いいラップライン。こういう被るラインはね、しっかりいろいろ探しながらやっていく感じですね。これもいいですね。ちょっと見切れてるけどスプレー上がってます。このテイクオフの位置がね、そう、実はすごい重要で、このテイクオフのサンドの位置をね、すごい感覚として掴みかけてたんでよかったですね。さあ、ジョアオ・ルーカス。フロントサイドから3ショービット。いいですね。シフト、ちゃんと後ろに仕掛けてターン。
これちょっとテイクオフの位置が早かったですね。もうちょいですね、これ波側に寄れるとすごいいいんですよね。初速がつくんで。さあ、同世代のチャドウェッツワースですね。この辺もプロ集まってきてます。さあ、いや、いい飛ぶ位置ですね。さあ、ジョアオ・ルーカス。軌道修正からラップ。コナミでもちゃんとチューブ入っていく。さすがですね、このスタイル。さあ、スターリング・マイヤーですね。これもプロの選手で。さあ、ここからですね、ちょっと時間をずらしましてですね。ちょっと午後1ぐらいに、バルボアピアね、もう一回見に来たんですけど、ザップのね、ライダーの2人、メキシコのジェラルド・バレンシアとブラジルのレオ・フレイテスですね。の2名が入ってたんですけど、ちょっとね、ビッグのパーティーがラグナの方であったので、ここからラグナの方を移動してタリアですね。タリアに移動して練習していきます。バルボアもちょっとね、時間的にいい時間が来る前に上がんなきゃいけなそうだったんで、タリアに移動してる感じです。さあ、タリアもですね、かなり人数が集まってましてね。波もかなりいい感じでした。こんな感じで。サンタクルーズのローカルの人であったりとか、地元のね、ジュニアたちとか、同世代の人たちも入ってた感じです。この辺はね、ちゃんとサンドドロップ意識してターンしてる感じなんですけど、いいですね、これも。リッピングでスピナー。さあ、ちょっとサーファーとかぶっちゃったけど、ラップ。いいですね、これ。ちゃんと横走ってる。この感覚、ターンの感覚がかなりつかめてきて、大会前日なんでね、もう乗れてますね、この辺。回す位置とかも安定してきてます。エアドロップ。悪くない。コナミでもしっかりコンプリートしていく感じ。そういう狙いでやっていきます。さあ、これ、いい波ですね。さあ、いいラップです。これかなり良かった。この辺はね、ゆっくり。もうある程度ね、ちょっとね、足を怪我しない程度の走りで。元々タリアなんでね、すごいやりやすいビーチ。かつ、インサイド気味で割れることが多いんでね。軽いダッシュでも意外と取れる波の距離なんで、ね、そういう狙いのもとをちょっとやってる感じです。さあ、このラップもいいね。下で切り切れてる。さあ、これはエア着地、180ですね。こんな感じでね、軽く合わせる感じで、ラップラインからトリックまでね、一通り試しながら練習していった感じです。やっぱタリアはね、無難にこの調整するっていうのがね、できるビーチなんで、かなりいい練習ができました。ここでね、また上がるときに、サンタクルーズの日本人とアメリカ人のハーフのカイ君とね、会いました。ご無沙汰してます。あ、こんにちは。ここからね、ちょっとビッグのパーティーに上がって移動していく感じになりますよ。大会前日パーティーで、社長のテックスをはじめとしたビッグのライダーたちとね、交流をしていった感じです。毎回ね、こういう風に大会前にパーティーを開いてくれてるので、こういう交流の場をね、いただけるのはすごいありがたいです。かなりね、この場でですね、他のビーチの情報であったりとか、ちょっと大会のヒートが出た時間とかでね、その辺の選手のね、話とかもいろいろね、聞きながら交流していった感じです。このビーチが最近いいよとか、このライダーこういう感じだよみたいな、ほとんど知ってる選手なんですよね、その辺は。そんな感じで会話をしてね、この日は終わりました。さあ、ついにね、次の Day7 大会編始まるんで、ご視聴よろしくお願いします。今回の動画良ければ
高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。